ハローマットです。ここはアッパーイーストサイドです。で、今日はニューヨークで最も高級だと言われるこのエリアを皆さんにご紹介したいと思います。で、歩き方としては、よくガイドで紹介されるミュージアムマイル、美術館を巡るということではなくて、このエリアに、点在するホテルだったり、それから、素晴らしいアパートっていうのを巡りながら、最終の目的地点は、今もね現金しか使えないすごく有名なハンバーガーのお店があります。で、そこに向かって歩きたいと思います。まず歩き始める起点はここですね。このフィフスアベニューと60ストリートの交差点、ちょっとねぐるっと移すと分かりますよね。これねプラザホテルです。プラザ合意のあったプラザホテル、30年前ですかね。1985年のプラザ合意で、このプラザホテルを背にしてフィフスアベニューを北に向かって歩いていくと、このね向かって左側がセントラルパークです。で、この右側がアッパーイーストサイドですね。で、まずねちょっとね工事中なんで残念なんですけど、分かります？このホテル、ザ・ピエール。上まで映るかな。こんな感じですね。で、ニューヨークにはねたくさん有名なホテルがあるんですけど、その中でもこのセントラルパークを望む最もね眺めのいい客室があって、でねナンバーワンだと思います、このホテルで。つい最近、数年前の映画なんですけど、ウッディ・アレン監督のレイニー・デイ・イン・ニューヨークでも、なんていうんですかね、このアッパーイーストサイドのおしゃれなね場所の代名詞として何度も出てきました。なのでここがまず最初にご紹介したい場所です。で、ここから本当はね北上してもいいんですけど、ワンブロックだけ南に歩いて、そしてこの60ストリートを西の方に歩いていきたいと思います。今横断歩道を渡ってセントラルパークを背にして60ストリートを西に向かって歩きます。で、さっきのねザ・ピエールは今はねインドのタージグループ、タタ財閥のタージグループのホテルになってます。で、タージグループは例えばねジャイプールのランバグパレスとか、それからムンバイのタージマハールパレス、そういうね超高級ホテルをいくつも傘下に持ってます。で、ちょっと歩いていくと、その黒いフラッグ見えますかね。そこですね。これです。これねアブラって書いてあるんですけど、地中海料理のお店です。
これですね。でもうね、この辺もすごいんですよね、工事。ちょっと油の前行きましょうか。通れるかな。今ね、油の方に渡れました。まだね、午前中なのでお客さん入ってくるのこれからでしょうね。すごくね、中素敵ですよ。で僕はここね、行ったことあるんですけど、まあ高いんですけど、ちょっとねびっくりするぐらいまでは高くないんですね。なのでなんとかまあちょっと奮発すればね、行ける範囲かなと思います。でただね、ここの油でびっくりしたのが、入り口にウェイティングのバーがあって、席が準備されるまで、そこでお酒を飲むんですけど、他に来てるねお客さんのちょっとね時計とかがちらっと見えたんですね。そしたら結構ねパテックフィリップしてる人がいました。3人ぐらいいましたね、その時は。なので、ちょっとね驚きましたね。で今ね、これマディソンアベニューまで来て、だからここがフィフスアベニューと並ぶショッピングストリートですね。こういう感じでモンクレールとかトッツとかがあって、でも今日はここは移さずにこのままさらに西の方に歩いていきます。で今ね、ここがパークアベニューですね。でパークアベニューまで来て、パークアベニューを渡ります。でパークアベニューを渡ってで北の方に向かいます。で今ね61ストリートまで来て、でちょっとね右の住宅街に入ってみましょうか。でこの辺まで来るというか、この辺の本当ねアパート素敵ですよ、みんな。こういう感じ、ちょっと撮りたいけどあんまり撮るのね。こんな感じでね。今ね63まで歩いてきて、ここねカフェブール、ここもね有名なお店ですね。ここはね高いですよ、カフェですけど。ここを越えてまたね、これパークアベニューなんですけど、もう一回パークアベニュー渡りますね。で今度パークアベニューからマディソンの方にもう一度戻ります。でとにかくね、この路地を入る、路地っていうかこのストリートを入ると、素敵なアパートが並んでるんですね。もちろんねニューヨークなんで工事中も多いんですけど、でこういう感じでね素敵なねアパートがね並んでます。
たねマディソンに戻ってきました。グラフがあったり、これクロエかな。マノロブラニックですね。これセックス&シティのサラ・ジェシカ・パーソンの好きな靴ですよね。でも今回はちょっとブランドショップはあまり映さずにスルーします。で今ね、これが64ですね。64から左手がセントラルパークです。エルメスで買い物した感があります。でこのマディソンの両サイドというかストリートを入ると住宅街ですね。でもう少しマディソンを歩いていきます。しっかりエルメス持ってますね。さすがですね。でこれがここねシャネルですね。今65まで来たので、ここからまたパークに戻ってみましょうかね。あっちのブラスリー入ってますね。バッチブラスリー。でも本当工事中のとこ多いですね。でそのまま歩いていくと、ここもねレストランですね。アライアンス。まだまだねちょっと時間的にお客さん入ってません。結構ね素敵なお店が多いんですね、この辺は。ここはねちょうど65ストリートの素晴らしいアパートが並んでますよね。これねルレシャトーのこのサインがありますけど、ダニエルです。レストランダニエル。おそらくねここがニューヨークでね一番憧れのレストランじゃないでしょうかね。でこのダニエルにパンを納品しているのがヘルズキッチンにあるサリバンっていうベーカリーなんですね。なので、観光で来て、こっちか。でミッドタウンに宿泊する方多いと思うんですね。でそしたらちょっとヘルズキッチンまで歩いてダニエルで使っているパンを買うっていうのがいいかなと思います。なのでサリバンベーカリーの情報をこの後入れますね。ここがサリバンベーカリーです。でここに来ればジャン・ジョルジュ系や
ダニエルのパンが食べれます。ちょっと遅めに来たらね、今日はあんまりもう並んでない。こんな感じです。でここからパークアベニューをもっと北の方に歩いていきます。今パークアベニューをずっと北に向かって歩いてるんですけど、このね大きな建物がアーモニーかなのミュージアムです。アーモニーミュージアムで、日本でいうとアルモニーなんです。その名の通り武器庫、もともとはね武器庫だったところをミュージアムにしてます。で中にね鑑賞ツアーとかがあるので、これねすごくねおすすめです。で内装も一見の価値があると言われてます。でこのまま歩き続けます。今ね再びマディソンの方に戻ってます。なんかいい写真というかね、いい動画が撮れないかなと思って、その素敵なアパートのなんですけど、今日ね工事中が多くてなかなか難しいですね。でもしかしたら僕の同僚が撮ったね画像があるんで、それを入れた方がいいかもしれないですね。でその人はね建築とかデザインが専門なんで、いい絵をね持ってると思うんですね。ここねラルフローレンですねのフラッグシップショップなんですけど、ラルフも工事中ですもんね。これすごい残念ですけど、このねマディソンのショップは改めてねご紹介したいなと思ってるんで、ここねラルフローレンのカフェですね。素晴らしいですよここ。当然満席なんですけど、でこちらがラルフローレンのフラッグシップショップなんですけど、工事中です。でもう少し北の方に歩いていきます。今ね72ですね。なので本来であればこのマディソンとそれからパークの間とか、それからマディソンとフィフスアベニューの間の素晴らしいねアパートを映してお見せしたいんですけど、ほぼほぼなんかね工事車両が入っててちょっと綺麗じゃないんで、今ね73まで来ました。そこのねカフェ、ここ有名っていうか意外にね安いんですよ。はい。ちょっと映しますね。カフェクワドロチーノかな、ビアクワドロチーノかな、イタリアンで、いつもねすごい混んでるんですけど、僕もね何度か来たことがあって、お手頃です。おすすめです。ただメニューはね選んだ方がいいってみんな言いますね。なので口コミとか、あと周りの人が注文してるのを参考にするのがいいと思います。でこのままさらに北の方に歩いていきます。今ね76です。
実はこのね76のこの右手に見えるのが後ほど紹介するホテルです。でもう少しだけ北に歩いていきます。で今ね77に来ました。でここがちょっと車で全然見えないんですけど、ザ・マークホテルです。ちょっと残念ながら向こうから撮ろうかな。ちょっと切りますね。なんとかこう全容が撮れました。でここもアッパーイーストの憧れのホテルの一つだと思います。でニューヨークというかね、世界的に有名なホテルっていうのはいくつもあると思います。例えばフォーシーズンとかグループっていうことですけどね。それから、ペニンシュラもそうですよね。でもそういう何個もこうこれキャビアキャスピアが入ってるんですね。キャビアキャスパパリのねそこはねバンドームかな、バンドーム広場にあるんですよね。でこのままちょっと歩いて、そう大手のねチェーンのホテル以外でもいいホテルってたくさんありますよね。でもう少しだけ上に行くとここですね。このねイタリアンの、ここもちょっと近すぎて映らないかな。ここですね、サンアンブロ。本当ね映すの大変なんですけど、ここはねゴシップガールでブレイク・ライブリーが演じるセリーナのお気に入りの、カフェレストランとして出てきてます。ここもねいつも満員ですね。お客さんも素敵ですよね。でこのサンアンブロはウエストビレッジと、あとね双方のエリザベスにもあります。でここまで来て、で今度は今来た道を戻ります。で戻って南の方に歩いていきます。で南の方に歩いていくと、ここですね、ザ・カーライル。ちょっと上まで映るかな。このねカーライルが、僕の印象というか総合的には憧れ度1位だと思います。車が邪魔して撮れないんで、こちら側まで歩いてきました。で場所が76とマディソンですね。でこの交差点にあって、でこのザ・カーライルは今はダラスのローズウッドのグループに属してます。で、ホテルとしてはもう本当に有名で、みんなの憧れなんですけど、有名なのがね中にバーがあるんですね。でそれがねどっかに出てないかな。あったこれだ。ちょっと反射して見にくいんですけど、ベーメルメンズとかっていうんですけど、ここがねニューヨークで一番のバーだと言われてます。でこれまで写真があるんで入れておきますけど、ピアノのライブというか、いつも演奏されてたり、あといろいろなねゲストがここで、セッションをねするんです。で確かねウッディ・アレンだったと思うんですけど、
すごくね有名な何かの賞の授賞式を欠席して決まっていたここの出演を優先したっていうことがありました。でこちら側からも入れるんですけどね、ここがね本当に憧れのホテルです。でそのバーの話に戻すと、来ているねゲストの方もすごく肩肘を張らないというか、おそらくねいつも利用してるんだろうなっていう方が多いですね。で若い子も多いです。だからそういう待ち合わせで使ったり、もう全然ねなんか力が入ってないですね。だけどこう着こなしもすごく良くて、なんかね憧れちゃいますね。でそんな場所です。で今その憧れのザ・カーライルを背にしてパークアベニューの方に歩いてます。でワンブロックですけど、ワンブロックっていうのは通常は東西は 250m なんですけど、このアッパーイーストのこのエリアはその半分の 125m です。でもう一つ付け加えると、南北のワンブロックは約 50m です。だから2ブロック上にとか北にっていうと 150m ぐらいですね。プラス道路の幅がありますから、そんな感じで計算して歩くのがいいと思います。で今ねパークに戻ってきて、でここからパークを南の方に歩いてきます。そこが今回の最後の目的地になります。今カーライルからだいぶ歩いてきました。そうそう、カーライルには今年政治家の麻生太郎さんがね宿泊してましたね。ちょっと話はそれますけど、そうでカーライルからだいぶ歩いて、これはねサードアベニューと74ですね。サードアベニューと74の交差点です。でこの交差点の角に見えますかね、グリーンの建物 JG メロン、ここがね今日の目的地です。でここはすごくね昔からやっているハンバーガーのお店で、お店に行くとね開口一番現金しか使えないぞって言われるんです。ここです。いつもねすごい並んでるんですけど、今日はちょっとだけですね。でもすごく有名でおすすめなんです。でマンハッタンにはたくさんハンバーガーのお店あるんですけど、Let's go Jets! ジェッツThank you 明るいですね。ジェッツだ。そう、たくさんねハンバーガーのお店あるんですけど、ここが僕はね一番だと思います。邪魔しちゃいけないんで、またね戻ってここから撮りながらお話ししたいと思います。でいつも行列ができててなかなかすぐには入れないんですけど、雨の日に行ったことがあって、でその時はねすごく空いてたんですね。でお店のおじさんと話すことがあって、古いお店で有名だから映画スターとか来るんじゃないのって聞いたら、映画のクレーマーはここでね撮影したそうです。であと
一番有名なゲストはグレース・ケリーだって言ってました。で初めて来て、でその時はねグレース・ケリーだって分かんなくて、で何度か来てくれるうちに分かったって言ってましたね。で中にねジュークボックスがあるんですけど、そこに腰掛けて待ってたこともあるよって言ってました。でおそらくね僕はさっきのカーライルホテルに泊まって近いんで歩いてここまで来たのかなと勝手に思ってます。で今日はマンハッタンニューヨークで一番高級なエリアと言われるこのアッパーイーストサイドの中にあるいくつかのスポットをご紹介しました。で僕のチャンネルでは仕事でこちらに来ている合間に、このようなところも皆さんにご紹介できたらと思ってます。でもし、面白いなと感じてくださったらぜひチャンネル登録もお願いします。